世界チャンネルのコウタです。かいです。今回は今すぐあなたが天国バリ島に移住すべき10の理由をお送りします。それでは行きましょう。Let's get started。世界チャンネル。はい、それではね、我々、今回バリ島にまた移住しましたと。帰ってきちゃいました。はい、実は今回ね住むのは3回目ということで、たゆみさん、なぜ3回目の移住をしたのですか？なぜならバリ島は天国すぎるからです。天国すぎるからなんですよ、本当に。ぜひね、この天国を皆さんも味わっていただきたいなと思って、その理由をお話ししていきたいなというふうに思います。はい、それでは天国バリ島に移住すべき10の理由、その1つ目は、それはバリ島のビラが素晴らしすぎるっていうことなんです。いやー、間違いない。むっちゃいいよね、もうさ、快適惚れるよね。でこれね、バリ独特なんですよね。でまたこれ詳しくはルームツアーなんかもやりたいと思いますけど、とにかく、自然と一体となっていて、ほとんどのビラに、プールがあったりとか、でキッチンは何気に共同キッチンなんだけど、共同キッチンっていうと普通ね、ちょっとあんまり豊かじゃないなって、そう大変だなってイメージあるかもしれませんが、そこもすごく気持ちよくて、で部屋とねすぐ近くにあって、でもうすごく自由感がある、自然と一体となっているという感じがあって、とてももう住むだけで癒されるというのが凄まじいよね。でこれまたね別の動画撮りたいと思いますが、ひとまずはですね、前回撮ったこちらのルームツアー動画をご覧いただいて、こんなとこなんだっていうことをね感じていただければというふうに思います。でね、マレーシアの動画も以前出したんですけども、確かにね、こちらもこちらで素晴らしいんですよ。そうなんですよ。で設備から言ったら、あるいは広さから言ったら、値段として比較して、マレーシアの方が圧倒的にいいんですよね。確かに。普通の条件で言ったら何平米ありますとか、ジムがあります、プールがありますとか、プールも2個ありますっていう感じでいいんだけど、だけどなんですよ。この居心地感からしたら全然甲乙つけがたい。いやー、本当にもしかしたらこの開放感を、幸福度から言ったらバリ島の方が上なのかもしれないと、バリのこのビラの方が上なのかもしれないと思うぐらい、なんか毎日快適だなというふうにね思って、もう小鳥のねさえずりとか聞きながら朝ごはん食べたりとか。小さくても全然問題ないよね。そうなんかね、お部屋があって、でもドア開けたら即さ開放感のあるスペースみたいなさ、それがもうプールもキッチンもこのリビングと我々が呼んでいる部屋の前のねスペースとかも含めて、なんか自分の家っていう感じがあって、それが使い放題なんでね、すごくなんか狭さは全然感じないと感じないよね。いうのが、我々の部屋になりますということで、朝起きたらさ、チチチチチってさ鳥さんの声が聞こえてさ、それがまたなんか幸せな気持ちになるやん。そうね。それだけではなくて、なんか動画にはないけども、トカゲが来たりね、大きめのトカゲ、これくらいのトカゲですよ。そういうのおるな、全然怖くないですね。人が来たりとか、あと猫が来たりとかいう形で自然と本当に一体となって、動物植物と触れ合えるなっていう良さがあるなっていうふうに思います。うちの前なんかね、鳥のヒナがいますからね。そうですね。はい、そんな感じで最高です、ビラは。それでは天国バリ島に移住すべき10の理由、その2つ目は、乾季の時期がすごすぎると。いやー、快適だね。これも快適すぎると。今もねまさに乾季だけど、だいたい4月から11月、本格的な乾季は6月から10月ぐらいまでの乾季のシーズンというものが本当に居心地が良くて、ぜひこれも体験していただきたいというふうに思うんです。今日のさ朝、温度さ見たら23度だったよ。23度ぐらいで、今が多分30度いかないぐらいだと思います。お昼の12時ぐらい、1時ぐらいですね、なんですけど30度いかないぐらいということで、とっても快適、なおかつ28度だった。28度、乾季なんで湿気が全然ないんですよね。カラッとね、カラッとしてるんで、ほぼ毎日晴れでこういうふうに晴れていて、もう快適だなと。本当そうだよね。で日本に我々も長い間住んでましたけど、日本にいた時って、全てがパーフェクトだっていう日ってなかなかないですよね。そうやな、すごい少ないよね。もう気温もいい、天気も最高、風も爽やか、湿気もちょうどいいっていう日は、年に数えて本当に2週間ぐらいしか合計ないんじゃないでしょうか。絶対そうやんな。今日最高だな、全ていいなっていう日、こちらの寒気というのは本当に毎日これぐらい気持ちよくて、最高な日、風も、天気も気候も最高だねっていう日がだいたい年間150日以上あると。めっちゃいっぱいあるよ。
雨もそんな降らへんしさ。そう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 。だからぜひともこの乾季の時期に暮らしていただきたいなというふうに思います。はい。やられました。これはお金を盗まれたっぽい。I know you keep my money. Hey, this is 50. Yeah. This is like 100. それでは天国バリ島に移住すべき10の理由、その3つ目はまだまだ安いぞバリ島ということなんです。間違いない。昔はですね、バリ島といえば安さの代表みたいなところがあったんですよ。バンコクがまず安くて、バリ島はそれ以上に安いっていうのが、この特徴だったんですけど、もう近年物価は爆上がりしています。本当本当。で爆上がりしてるんですけど、その分クオリティも上がってるんですね。いろんなクオリティも上がってるっていうことなんですが、どうしてもやっぱりタイのチェンマイとか、ベトナムのダナンと比べたら、やっぱりコストは高くなる。まあそうだよね。かなり高くなるということなんですね。ただ工夫次第で、まだまだ安く上げられるなというのがこのバリ島です。特にさ、食費のところがさ、多分他の国と違って、高くなるかなって感じる人が多いかなって思うねんけどですよね。特にだからヨーロピアンのものとか、もちろん日本食もだけど、外国の料理を頼むと高いです。そういうレストランとか行くと高いです。ただローカル行ったらまだ200円とか300円ぐらいから、我々ねよく行ってるとこは300円ぐらい、350円ぐらいでね、それぐらい払っただけでお腹いっぱい美味しい料理が食べれるというところもあったりするので、ワルンという定食屋さんがいっぱいあるので、それが美味しくて安くて最高だからね。だからそれ次第よね。選び方によって高いとも感じるし安いとも感じるかもしれない。バリ島は観光地なので、上は見ればキリがないんですよ。そう最高級もめちゃくちゃ高い、東京以上に高い店もたくさんあるし、一方このインドネシアの平均的な地元の方が行くようなところっていうのは非常に安いということになっていて、いろいろある中で、家賃も我々が住めるギリギリのぐらいが、だいたいプールもこの間行ったところね、ついていて、一応ついていて5万5千円みたいなところがありましたね。バックパッカー宿っぽい感じの、でも個室、だからドミトリーではなく個室っていう場合5万ぐらい、5万5千円ぐらいですね。便利な場所で。そうこれもまたね、お知らせしたいというね、動画としてお知らせしたいと思いますが、とにかく、いろんなレベルに対応しているので、その人のライフスタイルだったり、収入だったりに従っていろんな支出が設計できますよというようなお話です。そうだね。お金たっぷりあってさ、贅沢に過ごしたいっていう人はそれをねちゃんとさ、そういうさ、もうさ、すごい超高級ビラ貸し切りみたいなね、3階建てとかのさビラとかもさ、丸まま借りれるわけやから。そうね。だからそれはそれもちょっとビラの様子見ていただきましょうか。ここでね、じゃあそのビラの様子をちょっとだけご覧ください。なんか掃除も行き届いてるし、すごいめちゃくちゃいいじゃん。Thank you。広い。広い。なかなかいいね。十分ですね。間接照明ないのかな。あるか、これか。もしくは分かれてて。グッドだね。見学聞いてみないと楽しみです。これは。なかなかいけてるやん。もしやこういうところに決まってしまうかも。というわけでね、住居はこんな感じなんですけど、何より安いのが移動費だよね。いや本当に安いよね。バイク。そう、ここのね動画では何度も出させていただいているグラブですね。シェアライドタクシーということでこれも安いですし、ゴジェックというのはこちらもあって同じぐらい安い。でだいたいバイクタクシーだと1回初乗り90円ぐらいから、そうなかなかさ、90円越さないよね。200円を越さないぐらい150円とかぐらいで済んでしまうレベルなので、申し訳ない気持ちになるよね。ぜひねこれも活用いただければというふうに思います。で、贅沢なところもあるんですけど、財布に優しい面もあって、タイミさん大好きなバリニーズマッサージというのがありまして、高級ならもちろん高いです。何万円もするやつはあるんですが、タイミさんが行ったことあって満足いくレベルだと、千数百円、1200円ぐらいから1200円とかめっちゃ安いのありますね。チップ込みでも1500円以内で1時間収まると十分いいんですよ。いうことで、本当にこれもぜひね行っていただきたいなというふうに思います。最高級スパももちろんありますけども、最高です。そしてSIMカードなんですけども、SIMカードは他の国と比べたらちょっと高いです。高いですけど、それでも30日、1ヶ月使って20ギガぐらい使えるのかな、もうちょっと使えるのかな。で1700円前後ということで、日本よりは安いという感じになってます。日本一番高いんじゃない。でバリ島の良さというのは、
住んでるだけで幸せになれるということで、なんかストレス解消のために何かやろうとか散財しようとかいうことがあんまり存在せず、もう休みの日もね、我々もよく家の中にずっといるとか、ポケーっとね。そうあとこの敷地内でプールとかの周りでぼーっとしてるとか、いうことだけで幸せなので、そうやな。全然お金使わずにもやれると。それでは天国バリ島に移住すべき10の理由、その4つ目は、それはデジタルノマドワーカー天国いやー、という本当そうだね。ことです。皆さんはデジタルノマドという言葉聞いたことあるでしょうか。近年すごく有名になってきてるんで聞いたことある方も多いと思いますが、これは我々のようにインターネットだけを使ってビジネスをしていくと。で、住む場所も関係ないし、稼ぐ場所も自分で選べるというような働き方のことを指します。主にインターネットを使ったものですね。我々みたいなこの YouTuber という仕事だったりとかあるいはコンサルタントとかね、ネットだけでできるとかね、セミナー講師の方とか、IT 系もね、できますね。これもねまたご紹介したいと思いますが、デジタルノマドって幅広いので、たくさん種類があるので、それをまた稼ぎ方というテーマでご紹介したいなというふうに思います。で、なぜこんな居心地が良くてデジタルノマドが多いのかというと、カフェが充実してるんですよ。すごい量あるよね。今のカフェもねすごく居心地が良い。ここカフェだからね。ちょっと見ていただきましょうかね。こんな感じの田園風景がね、広がる。ここがめちゃくちゃ気持ちがいい。しかも寒気の今なんで気候もいいという状態になっております。で、だったりとか、さっきまでいたカフェですね、プールがあったりとかして、すごく居心地のいい、ちょっとね見ていただきながらお話していただきたいんですが、こういうカフェが本当にたくさんある。選びきれないよね。っていうか、ありすぎて結構空いてるんですよ。そうそうそう、いっぱい供給が多いからね。普通居心地のいいカフェってすぐ混むんですよ。もう東京のスターバックスとかそうじゃないですか。居心地がいいからみんな行っちゃうんで、逆にそうもう買うところだけで行列ができてるみたいなね。バリでは本当に無数にあるので、全然それの混雑にはないという。本当そうだよね。でさ、何よりさ、やっぱ Wi-Fi が早いやん。そうそうそう。これが特筆すべきことで、Wi-Fi が早くなってきたんですよ。我々これ3年目なんです。この生活しだして、バリ島に住むの3回目で、毎年1回住んでいるとどんどん早くなってる。早くなってるね。一番最初来た時40メガぐらいだったんですよ。だから十分だけどもうちょっと欲しいよねっていう状態でした、が今やもう100メガを超えることもしょっちゅうあるということで、自宅のねところも100何十メガ出ますし、さっき言ったカフェでも100メガちょうどだったりとかね、して全くスピードは問題ないという状況になっています。十分金ちゃん方式で上がっております。こんなことで楽しめる我が家でございます。めっちゃすごいやん。なんかさ、日本やったらさ、例えばカフェでお仕事しようと思った時にスタバ選んだらさ、最大2時間までとかさ、そんな感じ制限あるやん。あれがさ、こっちではさ全然なくてさ、いつまででもさネット使えたりするし、なんかどのカフェでも Wi-Fi 絶対つながる、どの飲食店でも Wi-Fi つながる、Wi-Fi つながらんとこないって感じだからさ、そこがめっちゃ良くない？そうね。だって自分のさスマホのさ容量使わなくていいわけやん、SIM の。だからそれがなんかデジタルノマドにとってはもうめっちゃ重要かなって思います。そうですね。しかも気分によっていろんなカフェが選べて、こういった自然に囲まれたところもあれば、海沿いのところもあれば、なんかおしゃれなねファッションセンスのあるところもあればみたいな感じでいろいろあるので、ぜひ来ていただいていろんなカフェ巡りもしてみてはいかがでしょうかというふうに思います。はい。それでは天国バリ島に移住すべき10の理由、その5つ目は？それは意外とグルメ天国バリと。いやほんまそうだね。いう感じなんですね。たいみさんも最初来た時はなんかインドネシア、バリ島ご飯のイメージ全然ないっていうふうにね思ってましたよね。インドネシア料理がさ、そもそも浮かばへんかったから。タイ料理とかベトナム料理ってすぐ浮かぶし、なんかグルメとして有名だねって思うかもしれませんが、インドネシアの料理もうまいんですよ。美味しい。日本にさないやん。見たことないけどほんまに美味しいねん。つい先ほど食べたバビグリーンっていうね、豚の丸焼きをいろんな箇所を使った料理、美味しかったとかもあるし、ナシゴレンっていうねインドネシア独特のこのチャーハンですね、そういうのもあったりとか、本当に様々美味しいものがあって、本当美味しいんですよ。しかもね食べれば食べるほど好きになっていく。そう
だから世の中に実はまずいもの存在しないんじゃないかっていうふうに思うぐらい食べてるとどんどん美味しくなってくるという傾向がありますので、これインドネシア料理も楽しんでいただきたいと。でそれだけじゃないんですよ。でバリは西洋人がね非常に多いということで、ピザであるとか、ハンバーガーであるとか、サンドイッチ、非常にこれも美味しいです。ね、パスタもあるしね。特にねヨーロピアンが多いと、ビーガンビーガンとかベジタリアン料理がたくさんあって、もしね健康に気を使っていきたいという方でも全然大丈夫な品揃えになっているということで、ぜひともいろんな味を楽しんでいただきたいと。で日本食に困ったらなんと吉野家があります。あります。あとあれ丸亀製麺。今回ね我々は行ってなくて今度行こうと思ってますが、丸亀製麺。ジャパニーズだしですか？お出汁が。完全なジャパニーズだし。うまいですね。よかったです。あー、すごいよね、いろんなの入ってるから。だから日本料理もいける、ラーメン屋さんなんかもねたくさんありますし、そんな感じで、困ったら日本食もあるぞということで楽しんでいただきたいなというふうに思います。食の種類がとにかく多いです。そうですね。はい。それでは天国バリ島に移住すべき10の理由、その6つ目は？それはエリアごとに魅力がありすぎるというお話なんです。バリ島っていうのは多くの方がね島だから狭いんでしょっていうふうに思うかもしれませんが、実は東京の 2.5 倍あります。でそれだけ広いので1日ではとても回りきれません。でさらに実はエリアごとの雰囲気っていうのが全然違うんですよ。違うよね、本当に。同じバリなのと思うぐらい、ローカルエリアもあれば格安エリアもあれば、すごい高級エリアもあれば、海がメインのところもあれば山森がメインのところもあるということでね、全部素晴らしい。そういろんな魅力がそれぞれにあるから、それぞれの特徴があるんで、これについてはね以前このパーフェクトガイドという形でエリア別で解説するので、これを見ながら行っていただきたいと。でぜひ皆さんお願いがあるんですが、1回の滞在で何個ものエリアに行かないように。疲れちゃうで。そう、先ほど言いました広いんです、でかいんです。だから移動が大変なんです。そしたらせっかく癒されに来てるのに疲れて帰るっていうことがあり得るので、ぜひともこの1箇所になるべく長く滞在して、せいぜい1箇所2箇所ぐらい滞在するということがおすすめです。北海道みたいにさ、札幌行って小樽行ってとかさ、いろんなとこ行こうとする無茶なスケジュール作る人みたいになっちゃうから、その代わりだから何度も来ていただきたいんですよ。何度も来るか長く滞在する、1ヶ月とか2ヶ月とか滞在するというのでいろんなところに行っていただきたいなというふうに思います。高級ホテルなんかはさ、もうホテルからもはや出なくていいっていうさ、すごい癒しホテルもいっぱいあるからね。またねこれも高級ホテルということでご紹介したいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。それでは天国バリ島に移住すべき10の理由、その7つ目は？それは神々の住む島だということなんです。お寺いっぱいあるもんね。来ていただけたら分かると思うんですけど、本当に至る所にバリ島のヒンドゥー寺院というのがあります。でヒンドゥー教というのは日本の神道と似ていて多神教なんですね。あらゆるところに神様がいるぞというものなので、人々がもう経験にね毎日お祈りをしていたりとかして、すごくね日本のマインドと合ってると思うんです。すごいよね、さ毎日お供えをさ、しかもいろんな箇所にお供えをしてて、でその都度さ民族衣装みたいなのに着替えて清掃してお供えするみたいな、すごく本当にちゃんとしてるよね。でしかもお祭りが好きな、島民というかヒンドゥーの方々なんで、毎日どこかの寺院であるいは地域でお祭りをやってるんですよ。ヒンドゥーに関するお祭りですね。なんか儀式があるんかな、あれの。だからちょうど我々バイクで走っていた時に、もう本当に小道をね走っていた時になんか音がするねみたいな感じで、お祭りじゃないみたいな感じで白い衣装の人たちがたくさんいたので行ってみようと思って行ってみたら、もうまさにお祭りがあって、いろんな人がね白い衣装を着て、でこんな我々が入っていいのかなと思ったら「いいよいいよ」みたいな感じでね、優しかったよな、おばあちゃんとかも優しいおばあちゃん。ちょっとその様子を見ていただきたいと思います。
か2年に1回の神々の儀式だったらしいです。それに今参加っていうかちょっと見せてもらうことができました。嬉しかったです。おばあちゃんもなんかめっちゃ歓迎してくれて可愛くて握手求めてくれて優しいし、なんかいい人ばっかり。最高です。素敵です。音楽がもうかっこよすぎて感動したのと、すごい神聖な雰囲気で、それもすごくてラッキーでした。見れてこんな感じでね、すごく感動的なひとときに出会えたということで、ラッキーでしたね。ぜひ皆さんもねこう気軽に寺院をね立ち寄って、で簡単に入れるわけじゃないんですね。実を言うと信者の人以外お断りっていうところもたくさんあるので、その辺だけ気をつけていただいて、そういうふうにね地元の人からいいよいいよって言われた時だけ入っていただきたいなというふうに思います。寄付したら入れるとこもいっぱいあるみたいだから。とかあとお金払えばそう入場料払えば入れるところもありますという感じですね。それでは天国バリ島に移住すべき10の理由、8つ目はそれは癒し効果が半端ないぞということなんです。本当、これですよ。島全体、この島全体が癒しに包まれているというのがバリ島の特徴です。いつもねバリに来ると初日に体調良くなります。特にタイミさんはね。なんでかわからへんねんけど。で我々沖縄に住んでましたと。で私自身はハワイに合計100日ぐらいかな、3ヶ月以上住みましたし、タイミさんとも何度か行きましたと、いうことで感じるんですが、もう結論としてバリ島が一番癒し効果が高いと。ねいうことは断言したいと思います。なんかさ、ご病気の人とかなんかは本当にその治療のためになんかこのバリ島に行ってみるっていうのはありじゃないかなって。治療のためというか、なんか疲れたりとかして、大体病気の時っていうのはストレスとか働きすぎとか、そういう自律神経の問題とかいうことがあってくるんで、こちらにと自律神経整いまくりますから、大病が治るっていうケースがあると。もちろんお医者さんじゃないので約束はできますが、そういうケースをたくさんお聞きしたということなんで、ちょっとねなんか精神的にとか体調が思わしくないっていう場合、ちょっと来てみるのもありかなというふうに思います。絶対いいと思う。で実はバリには三大癒しというのが存在します。じゃあ一つ目は何ですか？一つ目はですね、まずはバリの大自然です。大自然、まさにここにね映っている通り、とにかく常に自然に囲まれているということなんで、それが本当に気持ちいいです。で山もありますし海もあるということで、特に我々ねチャングーというこの海の近くで生活をしているので、もうサーフィンとか行ってね、よくクタに行ったりとかチャングーでやったりとか、サーフィンして、あとはですねだいたい午前にやると午後にはもうほうけていますね。整ったって状態に。まさにサウナみたいな感じもある。生活するだけで整うんですけど、まずは海入るとさらに整うということで、ぜひともねこの海だったり山だったりというのを楽しんでいただけたらなというふうに思います。こういったね自然ですね。2個目は2個目はヒンドゥー文化ということで、お香の香りが本当に街中で歩くだけでふわーっとしてくるんですね。であれが本当に癒し効果があって気持ちいいですし、そこでまたガムランの音楽なんかも聞こえてきたりとかして、でさらにバリの寺院の風景ですね、ああいったものを見るだけで癒されるということで、もう街歩きしてるだけで癒されるというのがこのバリ島の特徴になります。お香好きだね。で3つ目がバリニーズマッサージということで、これ女性のみならず男性もぜひともね受けていただきたいなというふうに思います。絶対みんな喜ぶと思うな。でこれねまた詳しくお伝えしたいと思いますが、バリ島のこのバリニーズマッサージの特徴というのはオイルを使うんですね。でこのオイルを使っていい香りの包まれてやってもらうこのマッサージ、もしかしたら僕一番好きかもしれない。タイマッサージもいいんですけど、もしかしたらどっちを取れって言われたらバリニーズ取るかもしれないなっていう。癒しがね、本当に中心だからね。そうですね。とにかくさ、疲れてる人は来て、疲れてない人も来てほしい。というのは疲れてなかなか気づかないから、特に自律神経の疲れは来てみると、あ疲れたかもしれんとかね、そうやな、確かにそうやな、いう方もいらっしゃいますので、ぜひ来ていただきたいと思います。それではバリ島に移住すべき10の理由、9つ目はそれは思ったより治安がいいぞということなんです。そうやね。怖い目にあったことないよね。思ったよりというのは結構聞かれるんですよ。治安大丈夫っていういぶかしげな目でね見られることもあるんですね。大丈夫バリ島みたいな、全然大丈夫ですと。悪い時あったのかな、そんなみんな。昔は悪かったですよ。昔は特にクタ周辺とか悪い、電波サルですね、電波サル周辺とか悪い時期ありましたけど、
今はもちろん気をつけなきゃいけないですよ。ひったくりとかスリとかっていうのは気をつけなきゃいけないですが、何か強盗みたいなものとか連れ去られるとかっていうのはほぼ聞いたことがない。もちろんゼロじゃないですよ。ゼロじゃないですが、別にないし、もうあんまり気にする必要がないというぐらい、女性一人で住んでる人も多いぐらい、我々の今住んでるビラも少なくとも2人は一人で住んでいる女子たちとか住んでるね。若い20代か30前後の方ですよね。いう方なんで、全然大丈夫かなというふうに思ってます。めっちゃ安全な気がする。もちろん日本ほど安全ではないかもしれんから気をつけてほしいけど。それではバリ島に移住すべき10の理由10個目は、ビザで長期に住めることが多いぞというこれがありがたい。めちゃくちゃでかい。これがねベトナムと比べていい点になりますね。とにかくいろんなビザがあって住みやすいような条件が揃っています。でまず一番簡単なものとして、普通にビザを取る、どんな観光客もビザを取らなきゃいけないんですけど5000円ぐらいで、取ったら大体30日まで入れますと。でそれは延長ができますということで、ネットで手続きしたりとか、役所で手続きすれば、大体さらに30日ということで合計60日間まで住めますよと。お金いるよね。いうことです。延長料が5000円ぐらいですね。同じように5000円ぐらいかかって延長するということになりますけれども、それくらい払ったら60日間入れるというのがまず前提です。でさらには、投資家ビザなんていうのもありますし、あとはリタイアメントビザですね。これもでかいということで、60歳以上の方はリタイアメントでこちらに住めるというものもあったりします。でさらに結構最近出たてのでかいのが、会社設立の準備を行うための D12 ビザというのがあったりして、これも非常にわずかな額で180日まで住めて、しかも1回出たらまたクリアになるので戻ってくれるということで、それを繰り返しね取る方もいらっしゃるということで、すごくいろんなビザを取り揃えている。充実してるね。インドネシア政府が結構ね来てくださいという感じで、許可をね与えてくれているので、ぜひいろんな形で来ていただきたいなというふうに思います。以上、本日は天国バリ島に移住すべき10の理由をお伝えしてきました。この動画が良かったらぜひ高評価、いいね、そしてコメントなどもいただけたらというふうに思っております。お待ちしてます。バリ島本当に最高なので、ぜひ住んでみていただきたいと思います。それで、いつかねこのバリ島であなたにお会いできる日を楽しみにしております。それではまた世界中でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.